もしあなたが仕事が終わらなくて毎日クタクタだよと感じているなら、この動画はあなたを救うかもしれません。今日ご紹介するのは、たった一冊の本を読むだけであなたの時間の使い方が劇的に変わるすごい本です。今回ご紹介する本は吉田幸宏さんの仕事が早いリーダー、仕事に追われるリーダーの時間の使い方です。この本は仕事がなかなか終わらないリーダーがどうすれば時間をうまく使えるようになるかをとてもわかりやすく教えてくれます。この動画を見れば仕事のスピードが上がり、自分の時間も増えて、もっと毎日を楽しく過ごせるようになるでしょう。この動画では本の重要なポイントを3つにまとめてお伝えします。さらに私がこの本を読んでなるほどと感心したエピソードや実際に試してみた感想もたくさんお話ししますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。本の重要な3つのポイント紹介。ポイント1、仕事が遅いリーダーはどうして仕事が遅くなってしまうのでしょうか。それは部下とのコミュニケーションが足りないことが原因の一つです。部下に仕事を任せたいけど、任せたら失敗されるんじゃないか。結局自分でやった方が早い。どう説明すればいいかわからない。そう考えてつい自分で仕事を抱え込んでしまうリーダーは多いですよね。この本では任せる技術を身につけることの大切さを教えてくれます。部下に仕事を任せることは最初は時間がかかるように見えますが、一度任せ方を覚えてしまえばリーダーは自分の大切な仕事に集中でき、結果としてチーム全体の仕事が早くなるのです。さらに部下に仕事を任せることで、部下は自分は信頼されていると感じ、やる気もアップします。失敗を恐れずに部下の成長を信じて任せてみることが、仕事が早いリーダーになるための第一歩なのです。この部分を読んで、私は部下の成長を信じるという気持ちがリーダーにとってどれほど大切かということを改めて深く考えさせられました。つい自分がやった方が早いと思ってしまうのですが、それは部下の成長のチャンスを奪っているのかもしれません。これからは任せてみるという勇気を持とうと心に誓いました。ポイント2、仕事に追われているリーダーは毎日次から次へと入ってくる仕事にどうやって向き合えばいいかわからなくなります。この本ではそんなリーダーのためにタスクの見える化というとても大切な考え方を教えてくれます。タスクの見える化とは、簡単に言うと自分のやるべき仕事を全て紙やパソコンに書き出して、いつまでに何を誰がやるのかをはっきりさせることです。そうすることで頭の中がごちゃごちゃしていた状態から解放され、今何を一番にやるべきかがはっきりとわかるようになります。さらにチームメンバーにもタスクを共有すれば、チーム全体で今何をすべきかが共有でき、全員がスムーズに仕事を進めることができます。タスクを一つずつ片付けていく達成感も味わえますよ。私はこの方法を試してみたところ、頭の中がすっきりして、あれもこれもやらなきゃという焦げる気持ちが減りました。紙に書き出すことで仕事の全体像が見えるようになり、この仕事は後回しにしても大丈夫だな、この仕事はすぐに片付けようと優先順位をつけられるようになったのが一番の収穫でした。特に毎日やるべきタスクを書き出して終わったら線を引いていくのはとても気持ちがよく、仕事のやる気もアップしました。ポイント3、仕事に追われるリーダーはいつも忙しくて自分自身の成長や勉強をする時間がありません。しかし仕事が早いリーダーは学びの時間を大切にしています。彼らは新しい知識やスキルを学ぶことで、さらに効率よく仕事を進める方法を見つけ出します。この本では
忙しい中でも学びの時間を確保するためのいくつかの工夫が紹介されています。例えば通勤時間や休憩時間のようなちょっとした隙間時間を使って本を読んだり勉強したりする方法です。また部下とのミーティングをただの報告会で終わらせるのではなく、お互いに学び合う場に変えることも提案されています。部下の意見を聞き、新しいアイデアを取り入れることでリーダー自身も成長できるのです。学び続けることは未来の自分への投資です。今少しでも時間を使って学ぶことで将来もっと大きな成果を上げられるようになります。この本を読めば忙しい毎日の中でも学びの時間をどうやって作るか具体的なヒントがたくさん見つかるはずです。そしてその学びがあなたをさらに優れたリーダーへと導いてくれるでしょう。エピソード紹介。印象的なエピソードや引用。この本の中で特に印象的だったのは、ある仕事に追われるリーダーが部下とのミーティングで起こったたった一つの行動で状況が大きく変わったというエピソードです。そのリーダーはいつも自分の意見ばかりを一方的に話してしまい、部下はただ黙って聞いているだけでした。しかしある日、そのリーダーはみんなの意見を聞かせてほしいと勇気を出して部下に声をかけたのです。すると今まで発言しなかった部下たちから、実はこの部分が非効率だと思います、こうしたらもっとうまくいくかもしれませんといったチームの仕事を良くするためのたくさんの素晴らしいアイデアが出てきました。このエピソードはリーダーが少し態度を変えるだけで部下たちがどれだけ素晴らしい力を持っているかということを教えてくれます。部下を信じて意見を聞くというたった一つの行動がチーム全体のやる気を引き出し、仕事の速さを何倍にもするのです。このエピソードを読んだ時、特に傾聴の力に感動しました。私たちはつい自分の考えが正しいと思ってしまいがちですが、部下の声に耳を傾けることで自分一人では気づけないような素晴らしい発見や改善点があるのだと知りました。リーダーは必ずしも全ての答えを知っている必要はないのです。チームメンバーの声を大切にし、一緒に問題を解決していく姿勢こそがチームを強くするのだと感じました。この本を読んだ後、私自身も仕事でどう思う？何かアイデアある？と周りの人に聞くことを心がけるようになりました。すると自分では思いつかなかったような新しい視点や意見をもらうことができて、仕事のやり方がどんどん良くなっています。実践的な応用方法。この本で学んだ一番大切なことは、自分で全部やろうとしないことです。仕事が早いリーダーは自分の時間を大切にするためにどうすれば他人に頼ることができるかを知っています。例えばタスクの見える化という方法は日常ですぐに活用できます。まず自分が抱えている仕事を一つ残らず書き出してみましょう。仕事の内容はもちろん、いつまでにやるか、誰に手伝ってもらうかなども一緒に書きます。そうすることで頭の中が整理され、今一番やるべきことがはっきりと見えてきます。次にそのリストをチームメンバーと共有します。これは〇〇さんに手伝ってもらおう。これは〇〇さんの得意な仕事だから任せてみよう。と仕事をどんどん周りに任せていくのです。私自身この方法を試してみた結果、今まで自分で抱え込んでいた仕事が実は周りの人にお願いできる仕事だったと気づきました。これをやってもらえますか？と一言伝えるだけで仕事がサクサク進んでいくのを実感したのです。それまで抱え込んでいた仕事が減ったわけ。自分の得意な仕事や新しい企画を考える時間が増え、仕事がもっと楽しくなりました。まとめです。この本は仕事が終わらない、もっと自分の時間が欲しいと悩んでいるすべてのリーダーにおすすめしたい一冊です。特に
部下に仕事を任せるのが苦手、つい自分で抱え込んでしまうという人は、この本を読むことできっと新しい一歩を踏み出せるはずです。この本は難しい専門用語を使わず、具体的なエピソードや例え話で説明してくれているので、まるで著者の吉田さんと会話しているかのようにスラスラと読み進めることができます。そしてこれをやってみようという気持ちにさせてくれるので、本を読み終わった後すぐに行動に移すことができるのが素晴らしい点です。もっと具体的な実践例をたくさん見てみたいと感じましたが、得られる学びと効果は絶大です。この本を読めば、仕事に追われるリーダーから仕事が早いリーダーへと、あなたの働き方がきっと変わるでしょう。ぜひ一度手に取ってみてください。さて、いかがだったでしょうか。今回は仕事が早いリーダー、仕事に追われるリーダーの時間の使い方をご紹介しました。この本を読んで自分も時間の使い方を変えたい、チームを強くしたい、そう思っていただけたら嬉しいです。本を読んでみた方はぜひこんな気づきがあったよといった感想をコメント欄で教えてくださいね。みんなでこの本について語り合いましょう。そしてこの動画が役に立ったよと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価ボタンを押して応援していただけると嬉しいです。これからも皆さんの生活や仕事をもっと豊かにするような本の紹介をしていきますので、次回の動画もお楽しみに。